の動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はバンブの飲みの市で見つけた素敵なスタンドを1軒とサンポール駅近くのブロカントの様子です。後半は歴史的建造物である首相官邸を見学した時の動画となっています。フランスでは大統領と首相が存在するのですが、大統領官邸がエリゼ宮、首相官邸がオテル・ド・マティニョンになっています。昨年はその首相官邸オテル・ド・マティニョンを見学しました。刻印はなかったのですが、とても美しいお皿です。この日は素敵なフランス人女性とこのスタンドでお話ししました。以前私の動画のサムネイル用に写真を撮らせていただいたことがあります。ここからはマレ地区サンポール駅近くのブロカントの様子です。サルグミンヌ・ディゴアンのシシルシリーズ。シシルとはイタリアのシチリアのことです。サルグミンヌ・ディゴアン・アネットシリーズ。こちらのオクトゴナルのバックスタンプはアシュベーセームでした。今回のブロカントは食器が少なめだったので、食器以外もいろいろ見てみましょう。かわいいキャニスターが揃っています。グラスの奥にあるバルボティーヌは刻印不明です。なんだか不思議な置物です。こちらはポフトクトナイフレストでしょうか。馬年の今年は特に使いたくなりますね。磁器製品のようですが刻印は不明です。レトロな電話がこんなにたくさん。赤い電話は部屋のインテリアに可愛いかもしれません。このような蓋付きの小物入れが気になります。水の妖精と書かれてあります。小さな置物をじっくり見るのも楽しい時間です。地下鉄メトロサンポール駅にはサンポール三類教会があります。
焼失などして建て替えられた歴史がありますが、17世紀からこの場所に教会がありました。パリ市内のノミの市散策中に教会があるときはなるべく入るようにしています。歴史的建造物にはこのような説明するプレートが建物の前に置かれています。 Google レンズの翻訳機能を使うと日本語で読めるので、もし皆さんがフランスにいらしたときは説明のプレートを読み取ってみるのも良いかもしれません。フランスの古い歴史が街に馴染んでいるのを感じます。サンポール教会に入ったらちょうど演奏をしていました。パイプオルガンの曲を聴くと穏やかな気持ちになります。ここからは昨年9月文化遺産の日に首相官邸を見学した時の動画です。首相官邸はオテル・ド・マティニョンと呼ばれています。オテル・ド・マティニョン、オテルといってもホテルではなく、昔の貴族の館などをフランスではオテルと言います。18世紀に着工されたこの建物は一時期マティニョン伯爵に所有されていたのでマティニョンと名付けられています。この文化遺産の日には普段入ることができない教育省などの各省庁、各国大使館などを無料で見学できます。フランスの良いところは地震がないという理由もありますが、数百年前の建物をそのまま残し、現在も活用しているところです。そしてそれらの遺産を市民に開放して身近に感じさせてくれます。そのことによって歴史ある文化遺産を受け継ぎ大切にしていこうという意識が生まれるのではないかなと思っています。文化遺産の日で歴史的建造物を見学するたびにフランスは偉大な国だなと感じます。文化遺産の日に見学するためには予約しなくてはいけない施設が多く、予約開始のタイミングもまちまちですが、文化遺産の日のリンクを動画の詳細欄に貼っておきます。今回見学したマティニョンも非常に美しいと評判で人気が高い施設です。毎年一番人気は大統領官邸であるエリゼ宮で、予約開始とともに予約サイトは長時間つながらないようです。以前エリゼ宮内部の様子を撮影したことがあるので、お時間がある時に見ていただけたら嬉しいです。購入した商品のご紹介です。今回のみの市では何も購入できなかったので、インターネットで購入したものを紹介させていただきます。クレイエン・モントローのシルバシリーズ。シリーズ名のシルバはラテン語で森という意味なので、もしかしたらその森をイメージしたものなのかもしれません。今回購入したインターネットショップのリンクはこの動画の詳細欄に貼っておきます。インスタグラムのアカウントもあるので、ぜひご覧になってください。このシリーズは大好きなシリーズの一つで、以前お皿を1枚購入したことがあります。もう数年経つのですが、それ以降
飲みの市では出会えていません。12月に2週間のクリスマス休暇があったばかりですが、2月もスキーバカンスがあり、娘の学校は2週間お休みです。今月と来月も不定期の配信となりますので、もしよろしければ通知ボタンのベルマークをオンにしていただけますと、新着動画のお知らせが届きます。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。